小学生の帰りの子供たち5、6人で歩いてて、一人の子が私梅ラーメン食べるのが夢なんだって言ってくれたのがすごい嬉しくて、この子大きくなるまで梅ラーメン続けなきゃと思って。よろしくお願いします。鶏が6キロと豚肉が豚骨が3キロで。これはスープ。そうそう、スープのから。この店は何年ぐらい前からやられてるんですか？もうすぐ6月の3日が来て丸27年ですね。27年前はもうちょっと若かったんですけどね。あんまり今度景気が低迷したからどっかでそろそろやりたいなと思って、知り合いのところが空いたよって言って、うちがまあ30キロぐらい北にあるので断るつもりで見に来たら、だんだん小上がり作れるとこ考えてたらだんだんやりたくなってきてそれでやるようになった。通勤にこんな時間かかると思わなかったですけど。今じゃあお店はメインはお二人で。そうですそうです。息子さんっていう、息子ですよね。これやり始めた時はまだ3歳だ。下の娘が生まれた年ですね。小さい店だからちょっとバタバタするとすぐ材料なくなっちゃうそんなに量いっぱい仕込まないで、今日は宴会があるからちっちゃいスイカ見つけてきました。確認したらもうすぐメモ帳。たまにお客さんの絵これに書いてお客さんに渡した時は長く営業されてると思うんですけど、苦労したこととか、なんかやめようと思った。やめようと思ったことは、やめたいなと思った時はあるけど、やっぱ家族いるんでね、年がいくに従ってやめたくても使ってくれるとこがどんどんなくなってくる。もう面接すらしてもらわない状態だから、やっぱコロナの時期とかああいう時はね、だいぶ痛手でしたわ。今はだいぶ戻ってきてって感じでしょうか？そうですね、5類になってからはずいぶん、良くなってはきたけど、ただああいうことがあったからまだ気は抜けないって感じ。やめようと思った時の話で一番救いになったのが、昔梅ラーメンのタペストリーが入り口に飾ってあって、それを見て小学生の帰りの子供たち5、6人で歩いてて、一人の子が私梅ラーメン食べるのが夢なんだって言ってくれたのがすごい嬉しくて、この子大きくなるまで梅ラーメン続けなきゃと思って、ここで頑張れたってのもありますよねお客さんが、俺が裏にいたら「なんだこれ具がなくて少ねえな」っつってなんか文句言ってたから、これでパッとひらめいてその場から「いや実は」っつってサービスつけられますけど、これ小さい店の一番いいとこで思い立ったらすぐできるっていうのが、それがご飯付きのエピソードですわ。お客さんがね、これわさびが合うねって言われてはいたんだけど、ラーメンのスープにわさび使っててよほど使うもんで、ちょうどお茶漬けみたいなサービスならお椀にちょこっとだね、わさびが少なくて済むわと思って、これ今何の仕込みをされてるんですか？これは今唐揚げですね。唐揚げの肉を切ってます今。もともと料理はどっかで勉強されてたんですか？一応別の保養所みたいなところで食堂で働いてましたね。
スープは1日どれくらい仕込まれるんですか？寸胴丸々一杯ですね。これはもうあらゆる料理に使うって感じですか？そうです。炒め物、スープ、ラーメン全部このスープでやりますんで。これは何に使うお肉ですか？このぐらいの塊のお肉のが入ってる炒め物系の肉を今から下味付ける作業ですね。この店に来たらこれ食っとけみたいなおすすめメニュー何かありましたら。まあ、梅ラーメンとあと鶏梅ネーズって料理があるんですよ。おい、それ食べてもらえたらなと。他のお店で食べれない料理なんで、そこは食べてもらえたら嬉しいなと思いますね。鶏梅チーズってみんな言うんじゃけど、梅ねえそれと塩唐揚げだね。もちろんエビチリとかもおすすめだけど、こういうメニュー開発とかはどうやってされてるんですか？こうやってみたらどうだろう。塩唐揚げは塩の唐揚げっていう響きがいいねって言って作ってみたいけど、どうやって作ろうってああやったりこうやったりしてでやっとできたのが今の形。まあ最初の想像とは随分違うものだと言いましたけどね。梅ネーズは梅とマヨネーズ混ぜたらどんな味になるんだろう。これもスープですか？そうですね。これ全部です。ここからアク取ってまだ野菜入れて煮込んでみたいな。それは今何のタレですか？これバンバンジーのタレ。バンバンジーのタレにもスープ入れるんですか？そうですね。そのまま練り込まなかったらカチカチになっちゃう。それは何ですか？これ片栗粉です。
これは何ですか？これお通しでカレー味のポテサラ入りのおからを作ってもらう。今日は宴会が入ってるとのことですけど、普段このお店に来られる常連の方とかどういった方が多いんでしょうか？もうオープンの時から来てくれる人もいるし、お一人で来られる方があれですけどね、多いですけどね。カウンターで話しながら。深夜までやられてるってことは、飲みの締めに来たりする方も結構いらっしゃいますね。締めに来る人いる。もうえらい酔っ払って。これはイカですね。そうですね。どういったメニューに使われるんですか？うちで使うイカの料理全般のイカで使います。焼きそばのとか中華丼の具とか、そういうものに入ってるイカは全部これですね。このお店の名前の由来とかってなんか？まあ万里の長城から万里を取ったんだけど、いわゆる中華料理屋みたいになんとか県とかなんとか亭っていうのはあんまりつけたくないなっつって、親しみやすいくなるってことで最後に村にした。これはね、焼きそばのね、もともと料理の修行どっかでされてたんですか？ホテルで6年ぐらいやって、あとは町場転々とした感じ、東京の。これで、26、7の時にこっち帰ってきたの。
中華鍋とかどれくらい使ってらっしゃるんですか？これね3年で穴開くねただ1個もうそこに新しいの用意しといてもう穴開いたら変えて次のやつ注文してって大体3年ぐらいだって安いもんだよ3年間使えるんだから。というわけで4パックの卵です。よしそうまそうああ、例えばあれでやるとして、端っこにいいじゃんいいじゃん端っこに1個1箇所。そうそうそう、こんな感じで。いいねいいと思うで、よ1箇所それで。いいと思うよで、話したりすれば、喜んでくれると思うから。これ最初に買ったやつそのまま使ってるんでこの店よく来られるんですか？たまには来るね。年に何回か顔覚えてるぐらいだもんね。でも印象深いですこのお店に来たらこれだけ食っとけみたいなおすすめメニューありますでしょうか？まあ、唐揚げもいいけど、エビマヨブロッコリー。おお。必ず頼むような気がするよ。それ一つもらうかね。はい、わかりました。エビマヨ。うん。はいどうもあ、どうも。
くるみがかけてあるのがねコリコリして美味しいよ。はいどうぞ。はい。収穫しちゃうの。どうぞ。だからちょっとでかくするわざとでは。あアスパラ自体は甘いですよ。そう。うん。ちょっとこの上のいい。あでも茹でてないんだよね。茹でてない。うんね。あ美味しい美味しい。ザーサイですよね。だからあ楽しいぞ。普通と違うんですか？うん。全然味違うよね。赤抜けザーサイね。ラメレタスいる？おめで使う。来週再来週ぐらいになったらあるよ。本当？うん、嬉しい。じゃあまた持ってくるわ。ありがとうございますぐらい。はいどうぞ。うん。はいどうぞ。俺メガネカリカリでジューシー。あげちゃえ。コール。カリカリして美味しい。いい音だね。はい蒸し鶏ラーメンです。はいどうぞ。ハフハフしちゃって。うん。美味しいっす。
はいどうぞ。はい、梅ラーメンです。スープ入れてわさび溶かしたお茶漬けでどうぞ。ありがとうございました。ありがとうございました。いいの？この店よく来られるんですか？そうですね、たまに来ます。はい。今日はちなみに何を食べられて、今日は豚肉とニンニクのザーサイ炒めを。おすすめメニューなどありましたら教えてください。おすすめ、ここラーメンも美味しいので、ラーメンもぜひ食べてください。はい。美味しいです。はい。どうですか？はい。とても美味しかったです。また来ます。ありがとうございました。今後じゃあこのお店をどうしていきたいとか、お店の目標などありましたら教えてください。地元の人にはあれだけど、できれば私の地元の方でに行ければいいかなとは思ってるんですけどね。まあでも息子もいるもんで両方でやってもいいし、あるいは息子がやってそれを俺が逆に手伝うような話でもいいし。あれですね、代が変わって味が落ちたって言われないように、本当に取って変われるように頑張りたいと思ってます。ありがとうございました。